皆さんごきげんよう、めぐりです。今回は2026年7月のコストコ購入品をご紹介します。計24点、38,933 円分すべてご紹介します。今回も量が多いので2本の動画に分けさせていただきました。こちらは後半の動画になります。実際に食べてみた感想や小分け収納する様子もご紹介しますので、コストコ会員さんはもちろんそうでない方にも何かの参考になれば幸いです。それでは早速ご覧ください。ノンシンフルル冷麺水冷麺。前回初めて購入し、娘が気に入ったようでリクエストされたので今回も買いました。辛ラーメンで有名なノンシンの商品、辛くない本場韓国の水冷麺。個包装になったものが10パック入っています。240円オフになっていたので10パックで958円でした。1パックあたり約96円。麺が割れないようにプラ容器に入っているので大きめの袋。一般的な袋麺よりもスペースを取ります。消費期限は約7ヶ月。常温保存できる商品です。乾麺とスープがセットになった個包装で、内容量 155g、 麺は 108g です。伝統的な押し出し製法と熱風で乾燥させたコシのあるノンフライ麺、そば粉入りの極細麺、スープは希釈タイプで、容器の内側にはスープを希釈するお水の量が測れる印がついています。お水少なめで少し濃いめに作るのがお気に入り。韓国特製のトンチミスープという大根の塩漬けからにじみ出たスープにリンゴ酢が入った本場の味が再現されているそうです。茹で時間は3分。しっかりとほぐさないと麺がくっついてしまうので要注意です。弱火で茹でないと吹きこぼれてしまうので、それも注意が必要です。茹で上がったら麺のぬめりが取れるまで水でしっかりもみ洗いします。そうめんのような極細麺なのにしっかりとしたコシがあり、さっぱりとしたスープで、前回の動画で個人的にはあっさりしすぎているので物足りなさを感じたとお伝えしましたが、コメント欄にてアドバイスをいただいた通りキムチをトッピングしてみました。これが想像以上に美味しくて全言撤回します。すっかりお気に入りになりました。卵。もう何度も購入しているビタミン E が豊富な卵。賞味期限は購入日含めて2週間。MS から LL サイズの卵がミックスで入っています。10個ずつのパックが2個で計20個の卵。一般的な卵と比べてビタミン E が豊富なことが特徴。通常の卵の約 2.7 倍。大きさに多少のばらつきがあるものの、どれもしっかりとした大きさがあります。
一番小さいのと大きいのでこれぐらいの差があります。コストコの卵は価格変動が大きいのですが、今回は508円。珍しく3ヶ月同じ価格で安定していました。ちなみに半年前と比べると105円もお安くなっています。1個あたり約25円。一般的なスーパーで売られている10個分に換算すると、10個入りの1パックで254円。MS から LL サイズで大きく、ビタミン E が多いので、このお値段だとスーパーで購入するより高コスパ。味は普通の美味しい卵です。餃子計画生餃子。もう何度も購入している冷凍の生餃子。1キロで50個も入ったコストコらしい大容量。賞味期限は約4ヶ月半。冷凍食品なので賞味期限をそんなに気にせず好きな時に食べられるので常備しておくと助かります。今回タイミングよく260円もお安くなっていました。私の記憶が正しければ過去最安値。1個あたり約 11.7 円。安いからといって小さくありません。大きくもありませんがしっかりとした大きさがあります。皮の内が割れてしまっているものが何個かありますが、自宅で食べる分だったら許容範囲内です。豚肉も野菜も国産のものが使用されています。それでこの価格はありがたすぎます。チャックがついていない袋なのでフードクリップで留めて保存しています。タレはついていないのでポン酢をつけて食べます。餃子を作ってから蒸さずに急速冷凍された生餃子。皮は薄すぎず分厚すぎず程よくて、やや野菜多めのあんがしっかり詰まっています。程よくジューシーで変な癖がないので万人受けするお味だと思います。サーモンメンチフライ。以前購入して美味しかったので再購入した商品。商品名の通りサーモンのメンチフライ。賞味期限は約10ヶ月。1キロも入ったコストコらしい大容量。揚げるだけで完成するあると便利な商品。切り口もチャックもない袋です。50g のものが20個入っています。1個あたり約62円。パン粉は細かめのタイプ。大きさ約11センチ。チャックのない袋なのでジップロックに入れ替えて保存しています。調理方法はフライと揚げ焼きの2種類が記載されています。今回は油が少量で OK な揚げ焼き調理にしました。揚げ焼きだと油の無駄遣いと油の処理の手間が省けて嬉しいです。チリ産の銀鮭をメインに玉ねぎや大豆タンパクなどでできています。サーモンそのままではなくメンチになっているのでふんわりとした食感が特徴。外はカリカリ、中はふっくら食感で魚臭さはほぼ感じられず、サーモンの旨味と玉ねぎの甘みが感じられる優しい味わい。そのままでも食べられますがソースをかけて食べるのが好きです。調理が簡単でこのお値段でこのお味は高コスパすぎます。天房ルビー。
三重県産の房付きトマト。初めての購入です。1キロも入って796円と良心的な価格。真っ赤でツヤツヤして張りがあり、ヘタも生き生きしていてとても鮮度がいいです。6房入っていました。1個約3センチとミニトマトにしてはかなり大粒。こちらはスーパーで購入した一般的なミニトマト。コストコのと比べるとこんなに大きさが違います。ヘタは軽く引っ張っただけで簡単に外すことができます。せっかくの房付きですが、すぐに食べられるように房からヘタごと外して洗って保存します。量が多すぎて一度に全部洗えないので分けて洗いました。長持ちさせるために一手間加えて保存します。保存容器にキッチンペーパーを敷いてトマトの水気をしっかり拭き保存容器へ。キッチンペーパーをかぶせて蓋をします。皮は若干口に残りますがジューシーでとってもみずみずしくて甘かったです。このお味でこの価格ならまた絶対に買いたいです。三元豚肩ロースしゃぶしゃぶ。もう何度も購入している豚肉ですが、今回は肩ロース。いつものロースより柔らかい部位です。約2キロもあるコストコらしい大容量。消費期限は購入日含めて4日。100g あたり129円で 1988g なので2565円でした。2年前より 100g あたり9円お安くなっていました。カナダ産の三元豚をしゃぶしゃぶ用に薄めにスライスしたもの。一度も冷凍されずチルド状態で輸入されているそう。カナダポークは臭みが少なく美味しいので三元豚ロースはよく購入していましたが、肩肉でこんなに赤い豚肉は久々に購入しました。赤身の中に脂肪が霜降り状に入っていて見るからに美味しそうです。しゃぶしゃぶ用といってもペラペラではなく程よく厚みがあります。あらゆる料理に使いやすい厚みと大きさ。さすがに消費期限までには食べきれないので残りは小分けして冷凍します。包むのに使うのはおなじみのプレスンシール。冷凍・解凍しやすいようにできるだけ広げて包みます。これを折りたためば収納しやすい大きさになります。
このお肉を使ってオクラの肉巻きを作ります。このオクラもコストコで購入した商品です。オクラ、タイ産のオクラ 400g も入っています。400g で448円という驚きの安さ。大きさに若干のばらつきはあるものの、一つ一つが割としっかりとした大きさ。大きいのと小さいのとではこれぐらいの差があります。47本入っていました。1本あたり 9.5 円。こんなにたくさん一度に使い切れないので、下処理して冷凍します。1回の食事に使いやすい 4,5 本程度に分けてラップに包みます。残念ながら1本だけ傷んでいるものがありました。ジップロックに入れて冷凍庫へ。冷麺に乗せていたオクラもこのオクラでした。ゼスプリサンゴールドキウイ。先月も購入したお気に入りのフルーツ、キウイの生産で世界的に有名なゼスプリの商品。一般的なグリーンキウイではなく、黄色いサンゴールド。多少の差はあるものの、どれも同じぐらいの大きさで、7センチ以上ある大玉サイズ。先月は1798円で箱入りでした。今回は440円もお安く買えました。従来のキウイより甘みが強いのに、1個で1日に必要なビタミン C を摂取できるほど栄養価が高いのが特徴。12個入っていました。そのうち食べ頃は3つ。1個あたり約113円。まだ硬いものは追熟させるためにバナナと一緒にワイヤーバスケットに置いておきます。毛が薄くて果肉は黄色。
ご覧の通りとってもみずみずしいです。程よいトロピカルな酸味がありつつもしっかり甘くてとっても美味しいです。キウイ丸ごとアイスを作ります。作るといっても皮を剥いてカットしてプレスンシールで包んで凍らせるだけ。公式ホームページのレシピはここに砂糖や蜂蜜をかけて凍らすとありますが、このままでも自然な甘さで十分美味しいので、我が家ではこのまま凍らせています。そのままのジューシーなキウイも美味しいですが、凍らせてもまた違った美味しさになり、どちらも大好きです。青木太麺焼きそば。特製ソース付きの太麺の焼きそば。賞味期限は約3週間。ボリューム満点の 200g の麺が6袋入っています。スーパーで販売されている一般的な焼きそばは 150g ぐらいなので、こちらは大盛りサイズ。1食あたり約75円。以前も購入して美味しかったので再購入です。ありがたいことに1袋ずつ個包装になっています。ソースも個包装になっています。ソース付きだと簡単に味が決まるのでありがたいです。普通に焼きそばとして食べるのもいいのですが、今回は最近ハマっているそば飯を作ります。太くてもちっとした食感で食べ応えのある麺。粉末ソースは程よくスパイシーで美味しいです。
この焼きそばで作ったそば飯は一味違って家族から大好評でした。スクラビングバブル流せるトイレブラシ、濃縮洗剤付きの使い捨てトイレブラシ、本体は付いていない替えブラシのみの商品。48個も入った大容量パック、24個ずつに分かれて袋に入っています。汚れたブラシをそのまま捨てられる衛生面と洗剤いらずの手軽さでとってもお気に入り。ここ数年はずっとこのブラシを愛用しています。240円引きになっていました。1個あたり約20円。濃縮洗剤の香りは強めで、個人的には好きな香り、フローラルソープ。6個ずつくっついた状態で入っています。簡単にはちぎれない程よい強度があります。この緑と青いのが濃縮洗剤です。ハンドルの先端に触れることなくブラシを簡単に装着できます。本来はこのまま使うものですが、我が家ではハンドルが汚れるのが嫌でビニール袋をかぶせて使っています。流せるブラシですが詰まりやすいので、我が家では流さず燃えるゴミとして捨てています。使用後もビニール袋を裏返せばこのまま手を汚さず捨てることができます。カークランドハウスブレンドコーヒー豆。コストコのプライベートブランドカークランドのコーヒー豆。ミディアムより少しダーク寄りで、内容量は 1.13 キロ。賞味期限は約7ヶ月。1年4ヶ月前から1080円も値上がりしていました。時期により最適な生豆を選定しているので、生豆生産国は定期的に変動するそう。今回はメキシコ、ペルー、ブラジルでした。私はコーヒーより紅茶派なので、コーヒーの味の違いなどよくわかりませんが、夫曰く酸味と苦味のバランスが良く飲みやすいみたいです。苦味が少なく比較的マイルドで飲みやすいお味だと思います。ついていたシールで閉じることもできますが、我が家ではフードクリップで閉じています。コーヒー豆は冷凍庫保存が理想ですが、我が家では
常温のパントリーで保存しています。アーノッツエレガンスウェイファーロール、息子からのリクエストで久々に購入しました。ティムタムと同じアーノッツ社が製造販売している商品。2缶セットになっています。チョコクリームとバニラクリームの2つのフレーバー、それぞれ 373g ずつ入っています。缶のサイズは高さ約20センチ、直径約9センチ。賞味期限は約6ヶ月。300円引きになっていました。1缶あたり499円。缶の中には袋が2つ入っています。17本入っていました。私の人差し指ぐらいの太さがあります。ウェイファーは日本語で言うところのウエハース。どこからどう見てもウエハースではないパリッとした薄くてサクサクした生地。私の知っているウエハースとは似ても似つかない感じ。中にはとろっとしたクリームが入っています。常温でこのトロトロ感はすごいと思います。パリパリサクサクとした生地の歯触りが良く美味しいです。バニラクリームはバニラの風味がしっかりめで濃厚な甘さ。チョコは18本でした。つまり4袋で72本から76本程度。1本あたり約13円。バニラとチョコ、中身のクリームはもちろん、生地の色も違います。1本1本が長くて、クリームもしっかり縁まで入っているので、1本だけで満足度高め。こんなにトロトロなクリームが入っているのに常温保存できます。今回もあっという間になくなってしまいました。日本のお菓子にはない感じの悪魔的な美味しさで癖になるので、ダイエット中や健康志向の方は食べない方がいいと思います。パールライスコシヒカリブレンド無洗米。コシヒカリのブレンド米 10kg。お米を洗わずそのまま炊ける無洗米です。10kgで6480円とスーパーで購入するよりお値打ちです。2ヶ月前より300円お安くなっていました。賞味期限は約5ヶ月。ハサミを入れた瞬間に空気が入っていきます。鮮度保持包装で真空状態だったことがわかります。産地や銘柄、年産にとらわれない複数のお米が混ざっているブレンド米ですが、半分はコシヒカリで残りの半分も国産のお米で安心。基本的には単一原料米を買うようにしていましたが、米不足の時に購入してみたら普通に美味しかったので、それからもう何度も購入しています。無洗米なので洗わずそのまま炊くことができます。これが驚くほど楽で、ここ最近はもうずっと無洗米ばかり買っています。無洗米は米ぬかが取り除かれている分、調味料が普通の精米よりも少し多くなるため、水をほんの少しだけ多めに入れて炊きます。ブレンド米といえど半分はコシヒカリなので普通に美味しいです。最後にフードコートの購入品もご紹介します。クロワッサンハム&チーズ、もう何度も購入しているお気に入りのクロワッサン。平たく焼き上げられていて手のひらに収まりきらないほど巨大なサイズ。ハムとチーズと濃厚なホワイトソースがサンドされています。生地だけでもほのかな甘みがあり美味しいです。
チーズとハムとホワイトソースとの相性も抜群で、胃もたれしそうになりますが、とっても美味しいです。ミックスソフトほうじ茶北海道ミルク。ほうじ茶ソフトとミルクソフトのミックス、溶けて混ざってしまったのでそれぞれの味を味わうことができなかったのですが、混ざった状態でもほうじ茶の香ばしさとほのかな苦みが感じられたので、ほうじ茶のみだと苦みが強いかもしれません。混ざった状態でちょうど美味しく感じました。ほうじ茶好きなのでまた食べたいと思います。以上、2026年7月のコストコ購入品後半のご紹介でした。前半の動画もぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。